はい、9月も半ばに差し掛かってきました。今日は白菜を定食していきたいと思います。畝を2つ1週間前に作りまして、でアブラムシ対策としてシルバーマルチを敷いています。はい、これが今回植える白菜の苗です。品種は2種類あります。これが気心という品種で、あともう一つが金賞という品種です。それぞれ7株ずつ買いました。でキャベツの苗も3つほど買いました。綾風という中性種です。はい、白菜の畝にはいつも防虫ネットを設置するんですけど、今回は新しいグッズを購入したのでご紹介したいと思います。はい、これは U 字型のマルチ押さえと、でこれがトンネル用の支柱です。弾力性があって折り曲げてトンネルにする支柱です。これで150センチぐらいのやつですかね。じゃあ早速設置していきます。はい、まずはこの支柱を地面に突き刺していきます。こうまっすぐな形なんで意外とすっと地面に突き刺さります。で折り曲げてもう片方の端っこも突き刺していきます。はい、しっかりと設置できました。でこれは弾力性があるので高さも自由に調節できます。でこれは今まで使っていたこの U 字型のネット支柱なんだけど、これ中に弾力性のない鉄芯が入っているので、こう地面に突き刺すたびに力が加わって、もう何年か経つと簡単に折れてしまいます。今回新しく買ったこの弾力性のある支柱だとかかる力を分散できるので長持ちすると思います。はい、次に、白菜を植える間隔を測っていきます。だいたい一畝5メートルあるかないかってぐらいなんだけど、株と株の間隔はだいたい50センチから60センチぐらいです。やっぱりこれぐらい開けないと成長して大きくなった時に日当たりが悪くなったりするので、最低50センチぐらいは開けるようにしています。はい、それでは白菜の苗を植えていきます。まずマルチに穴を開けていきます。次に株を植える穴を掘っていきます。その穴に水を入れて、土に十分水分を染み込ませます。水が土に染み込んだら白菜の苗を植えていきます。
土で、隙間をしっかり埋めていきましょう。で、苗の周りにあまり水が溜まりすぎないように水が逃げる溝を作っておきます。はい、これで完成です。はい、それでは次に防虫ネットを張っていきます。はい、新しく購入した防虫ネットです。はい、長さが5メートル、幅が 1.8 メートルあります。それでは設置していきます。トンネルの高さと幅はそれぞれ50センチぐらいです。ネットの幅が180センチあれば十分です。ネットを押さえるための道具です。これマルチも押さえるときに使うんだけど、こうやって U 字の金具にプラスチックの板を押さえ代わりに使って使用します。はい、マルチ押さえの中にはこういう簡単なもっと安いタイプがあるんですが、僕はこれ使いません。先っちょが尖ってるのはしょうがないんですけども、うっかりして地面にほったらかしちゃうとこの頭の部分が重いので、こうやって尖った部分を上にして立ってしまうことがあります。でこれに知らずに、うっかり体重を乗せて踏んじゃうと長靴の底ぐらい簡単に突き抜けて足を怪我しちゃうので、僕はあまりお勧めしません。では防虫ネットを設置していきます。まず大きく広げましょう。そして根っこの端っこをこのトンネルの支柱の端っこに合わせていきます。次にネットの中心をトンネルの中心に合わせて長さの方も調整していきます。そして仮止めをします。反対側も同様に仮止めします。次にネットの長さの方を微調整していきます。長さの調整が終わったらネットの端っこを絞ってネットをピンと張りながらマルチ押さえでネットを固定していきます。反対側も同じようにします。はい、これで白菜の防虫ネットの設置を完了しました。ネットの選び方なんですけども、やっぱり幅が広い方が融通が利きます。幅が短いとトンネルの高さが高くなった時に足りなくなるからです。はい、これで蝶々と蛾の産卵をなんとか防ぐことができそうです。